原稿がフォームだとしたらなんかそうそう履歴で記録媒体としてはほとんど機能としては脆弱であるから、生きるってそのなんか過去のことを毎回振り返りながら生きてるわけじゃないから、なんていうかサイクルを早くする仕組みを作ったら、いけると思ったいけると思ったらそこまで作ったらめっちゃすごい。でもで忘却に関しては日本の井戸端会議をなんていうかアップグレードするために、これはなんかすごいいい話をしてますよね。今日の企画を説明するとですね、弊社で今本を書いてまして、で、ここ5年ぐらい結構考えてきたことを、本にしたいなと思っていまして、で出版社に企画を持ち込んで、やるっていう方法もあったんですけど、自分たちで本を作ってもいいんじゃないかっていう、要は出版社から出しても自分たちから出してもあんまりその持ち出す金額も変わんないですし、テーマもテーマでかなりそのニッチというか一般的なものではないので、どっちから出しても大して売り上げにそんななんか差はないんじゃないかみたいなことも考え、せっかくなので自分たちで本を出してみようということで編集者の方とデザイナーの方を入れて本を作っていこうみたいな回です。そして今ちょっと背骨ぐらいですかね、基本構想みたいなの できてきたので、第1回目の第1回じゃないですけども打ち合わせ何回かしてますけどねこうやってちょっと録画してまでやるのは初めての回っていう感じですね。でなので今日はよろしくお願いしますと。一応紹介会社名とかも出さないで本名って感じなんですか？そうですね。なんか とりあえずそうですね。普通に出版社に勤めてるんですけど、今回は個人として編集として参加している吉田。そう吉田さんです、編集者の。じゃあ西野。じゃあ会社員で建築の設計、まちづくりなどをやっておりますが、趣味で本を作っております。はい、ありがとうございます。お願いします。西野さんです。そんな感じで、じゃあ何から話しますか？別に本題からいかなくてもいいですし、そうですね。僕はただ最近ハマってる本で今みんな本持ってるからいやこれはちょっとデザインの話になってるんですけどなるほどね。今日結構造本の話とどういうスケジューリングでいくかとか、割と結構中身じゃないところもなるほど。そうですね。だから話したいと思っていて、その中には結構もしかするとちょっとカットでみたいなところも全然大丈夫です。ところもただ含めてそれもあるんでちょっと直接がいいかな。そうですね。わかりました。じゃあだらだら雑談してるわけにはいかず、して全然いいんですけど、ただそのどこかでは触れるそうですね。っていうことなんで。何から話しますか？新年とただ一応ちょっとね今日返したばっかりなんでそうですね。それねまだね僕それはそうだ見ようと思ってたんだ。ちょっとこの出力したものもこれがゲラってやつですか？ゲラではない。これゲラ分かってないね。レイアウトしたものがゲラになるので、これはまだいわゆる原稿段階ですよね。皆さん見てください。これ原稿ですよ。結構こんだけ書いてるんですよ俺。これ書いてこれ全部書くと書いたっていうか全部のやつがあるとこれぐらいの厚みになってるってことですか今？そうですね。だから一応そうなんですけど、ちょっとコメントの分の枠がありそうそうですね。で、あと話したいんですけど、大体1ページどれぐらい入れて何ページぐらいにするかっていうところ。いやそうですね。ここからはちょっと考えていきたいなっていうところで、今回Google ドキュメントでやるっていう初めてやって気がついたのは更新残らないみたいな。前のが残らないっていうのがちょっとこれでやったことが気がついてそうなんですよね。だからあれが即時やった時に見てもらうっていうのはすごく便利だった一方でそうですね。今回多分結構全体的にリライトされたそうかなりそうですね。その時にちょっとやっぱ前の覚えてないんですけどこの
部分に関してはこういうフレーズが良かったなみたいな、なんか結構あった気がしてるんですけど、ただそれなんか本当にあったのかもちょっとなくて記憶がね。そうなんですね。だからなんかちょっとこれを前の感じでっていうふうにはちょっと言いようがないんで、ちょっとこれをもう一からとしてちょっとそうですね。まあ読み直すしかないなと思ってみると、なんというかまあでもね前のやつはねないか。そうですね。なんか復元しようがだからちょっとそのこういうの本当に詳しければなんですかだから GitHub とかそうですね使ったりとかしてまあなんかやることもできたかなと思いつつ、確かにまあ普通に別名保存しておくべきでしたね。もうまあちょっと今思えばっていう感じなんですけど、まあまあそれはそれとしてたら、まあ大きい構成とかは変わってはないと思うので、そうですね。まあただその上でまあ見るとどうなるかっていうところで言うとなんか導入がなんかえらくすっきりしてきたなっていう感じがあってまあ、いわゆるこう論文の始めに的な、なんか端的にここから言うことをこう示しますっていう感じなんですけど、なんかあれ前そうだったかなみたいなのがそうですね。で今ちょっとねここは多分最新ちょっと1個古くて最新のやつは導入ちょっと変えてて。なるほど。そういうのはちょっとワイがちょっといやだからあれなんですよね。そうだからあれなんですよね。自分の中でもこう揺れ動きが揺れ動いてて。そうですね。だからまあちょっとリアルにはやっぱなんか線形にはいかないっていうそうちょっとそうなんですよ。ネタ的に言ってあれですけど、まあやっぱそうなんです。そうなんですよ。まあだからそうなんですよね。まあだからあれですよね。実際の建築プロジェクトで管理してる方法を用いてこの本を書くっていう方法もまああったかなとは思うんですけど、まあそれはちょっと微妙かなっていうか、まあなんかやりづれえかなっていうのあったんで、まだっていうかまずはっていうか、そうですね。そうなんでねこう揺れ動くかっていう話もしたいんですけど、なんかうちの会社 YouTube やったりとかしてると、YouTube 出す時ってそのコンテンツとして出すじゃないですか。でそれってもういわゆるトップ YouTuber とかと同じこうなんていうんですかねプラットフォームに乗っちゃってるからクオリティとかも含めてそこに合わせなきゃいけないというか、見る側がそれを前提で見るようになってるんですよ。どっちかっていうとそれこそショートもそうかもしれないし、でその面白さとかも含めてそれお笑い芸人とかもそうだけど、でもどう考えても我々のやってる業務っていうか仕事ってまあ広く一般的なものじゃないし、まあ面白おかしいっていうなんか笑えるものでもないし、っていうことを考えるとなんかいかに読みやすくするかとか、いかになんか一般的なものニュースとかと紐づけるかみたいなことを考えないと結構読みにくいだろうなとも思ったりとかしていて、もちろんそこにすごい迎合しないで本当にそれこそその建築のプロジェクトマネージメントみたいなところになんかがっつり入ってる人とかって本当ごく一部だとは思うから、その人たち向けに本当に特化して書いてもいいっちゃいいかなとも思うんですけど、でもなんか書くのがむずいのどっちかっていうと多分建築だけじゃない土木とかのプロジェクトとか、他の長期的なプロジェクトに関わっている人でも読める方にフォーカスしながら書く方が多分難易度としては高いし、なんか書く意味があるとしたらそっちの方、そういうことをなんていうか経験としてなんかやった方がいいかなっていう気はしているっていう感じですね。なのでそうだからあれなんですよね。西野と吉田さんに最初共有してた時ガンガン書いていったと思うんですけど、あれをなんか大体できてきたなと思って一回見返したら論理展開がすっごい分かりづらくて、なんか言ってることがめちゃくちゃだなっていうなんか自分の中でねすごく感じて、
よく2人これ読んでたなみたいなまあそのなんていうかこう会話してるからっていうのもあると思うんですけど、っていうのもあるし、まあその途中だからこんなもんだなっていう、こんなもんからっていうか、そうですよね。いやでもそうですね。だから途中だと思えばまああれなので、そのまあ普段ちょっとここまでとその進行中のものを見るっていうふうにはなかなかやっぱこう、まあ、一章書き終わりました見てくださいみたいなのはまああるんですけど、まあそのより手前で見るっていうのはまあほとんどなかったと考えると、ね、まあやっぱりちょっとこう保留の上で見るっていう感じなんで、まあなんかそこまで読んでまあある程度分かればっていうふうにはまあなっちゃって、だからまあそういう意味でこう、まあ、一応全体でまあ筋をつけてっていう意味で考えるとそこはまあだいぶ整理されてるのかなとは思うので、はい、そこでまあと思いつつちょっとこう微妙にこう下げた導入部分とか、まあ、あと例えばコラムにしてるとそうですね、あるんですけど、まあ、今回の本そんなにまあボリュームがある本じゃないとした時に、まあ、極力本文に入れちゃって、しかもまあコラムって言ってるけど、まあ、割と本文に関係してない方が多いので、まあなんかちゃんともう普通に章の中の説に繰り上げて、まあ、書き込んじゃった方が基本的にはよくて、ただ例えばAI の現状みたいな話はこれはコラムでいいと思ってます、だからああいうのはまあコラムにしておいていいと思うので、ちょっとその辺をこうそうですね、そこはちょっと本当相談したかったところで、だからその辺をまあ基本的にちょっと書いたような感じですね。そういやなんかねそうなんですよね。いや一章とか、まあ、章ごとに書いていった時は章だけで見たら多分まあなんか言わんとしてることは分かるみたいな文章だったと思うんですけど、やっぱ一連でこう通った時には人ってやっぱりなんかこう背骨っていうか、その一つのこう物語が続いているように書いてあげないと、こうあっち行ったりこっち行ったりすると本当に分からなくなるんだなっていうか、これは分かんねえだろうなって思いながら、今回書き直したやつはかなり意識して一応なんかこう書いたつもりなんですよ。一応最初のなんていうかキーワードアレクザンダーとかをやっぱこう踏襲しながらなんていうか書いていくっていうか。そうですね。だからまあ基本それをこうまあベースにしてまあどういうふうに、まあ展開したかというか展開しつつ、まあそれを歴史的にもちょっと位置づけてみるみたいなっていうのは、まあなんか一応うまくいってそうな感じはするので。そうですね。そうなんですよ。だからコラムにすごいいっぱい言っちゃったのはこう耐えられないんじゃないかと、その読者がこう読んでる時にやっぱりこの前提を説明するためにはやっぱりこの歴史とかを知らないといけないと思って書くんですけど、そこまで耐えられないんじゃないかと思ってまあなんかコラムにしてたみたいな。そうですね。だからまあなんか確かにそれもわかるんですけど、まあこの本を読むんだったらまあ耐えろよみたいな。そうですね。まあそうですよね。まあ確かにちょっとで、だからまあだからまあ超ざっくり言うとその建築に関連するところはまあちょっと耐えろっていう感じで、その AI とかはちょっと多ジャンルなんで、なるほどなるほど。耐えられないくても OK。まあいいかなみたいな。そうですね。超ざっくり言うと。わかりました。ちょっと僕ね設定としては建築を全く知らない高校生みたいな前提にやってたので、でもそれは多分あまり間違ってるというか最初としてはいいんですけど、多分ここからちょっと上げていって、もうちょっと社会人のこうまあ本読む層みたいなところに向けて修正していくのがいいのかなっていう感じですね。すいませんちなみに何の本書いてるかっていうとまあプロジェクト今更なんですけど、でもこれネタバレ全然しながらでもいいかなと思ってるんですよね。まあ建築のプロジェクトでこう1年とか2年とか3年とかね、まあ5年とかこう長期のプロジェクトって結構こうトラブルっていうかがまあ起こるんですね。世の中的に見ても。でまあニュースになってるものもあればなってないものもあるんですけど、その原因っていうのは何かっていうのはいろいろこう多分論文とかでも考えられて
考えられてきたかなんか言及されてきた側面もあるんですけど、まあ、その中で僕は実務的に見たら議事録っていうフォーマットがね、議事録っていうのがフォーマットとして古いんじゃないかっていうことを言ってるんですね。で議事録っていうものをアップデートすることによってそういう問題っていうのはかなり軽減されるっていうかリスクヘッジできるんじゃないのかっていう話をしてます。大きく言うと。はい。こんな感じですね。ちょっと読んだ時になんか、はい、新書に近くなった感じがしましたね。前はなんか冒険の書っていうか今はもうはいはいはい探求していく感じだったんですけど、今回は結構整理されて、そういうことね。まあそうかも。感じがしました。そうね。その辺はちょっとねフィードバックというかまあなんかもらってまた修正していこうかなっていう感じですね。じゃあなんかどこからいきます？まずはこのなんかですね。だからまあちょっと全部見るのかまあざっくり今みたいな感じでいくのかっていうところで言ったら、他のはまあそうですねちょっとこう格論的っていうところであるんですけど、まあ全体に関するところで最初から言うとまあちょっとその論文帳よりに近いところとその砕けよりに近いところがまあもうちょっとこうブレンドというかちゃんともうちょっとこうどっちかにまとめまあその間っていうか論文帳に寄りすぎない方がいいかな、そうなんですよね。いやすごいわかりますね。まあなんていうかちなみにどの辺が論文チックになってます？そうですね。まあ例えばその初めにのちょっとそれまあこれ前のバージョンですけど、はいはい、まあ、やっぱりこのまあこういう書き方自体は悪くないとしても、この章ではこれを論じる。そうですね、そうですね。これみたいな。これがもうその論文そのものの家庭なみたいな構造なそうですね。とかこの口調というか問題がまあザそれっていう感じなんで実際まあ最初にこう説明するんですけどこの辺をまあもう少し柔らかくするとかあとそのやっぱこう全部こうなんか一個一個言っていくっていうのがよりその論文によりになるんでこれをこうまあ一つの段落みたいにして書くだけでもこう結構変わってくるんでそれがまあ切らないで続けると読み物っぽくって言ってるところの意図なのでまあなんかそういうなんというかことだけでも結構変わってくるので、そうですね。ここで1部は2部は3部はとかじゃなくてまあ普通に文章として一部ではこういうことを言っていてでこれはまあなぜならまずはここについて知らなきゃいけないからこういうことを書いてるんだと。そうですよね。でこれを知ると次に2部の方に理解が深まるんだみたいなこう書き口っていうかってことですね。なるほど。だからまあそれですみませんちょっとなんか結局最新がどうなっているのかが若干ちゃんと見えてないんですけど、まあ最初自体をもうちょっとストーリー的にするとかまあ例えばですけど、やっぱり自分でやった経験の話っていうのは一番なんというか共感しやすいし分かりやすいの そうですね。この中で言うとやっぱりその、まあ個人的にエピソードとして面白かったのはやっぱりなんていうかサイクルを速くする仕組みを作ったら、いけると思ったらうまくいかなかったっていうのをまあネタバレまではしないで普通に考えたらそれで解決すると思うじゃないですか、でもダメだったんですよっていうふうに言うと、まあ、読みたくなるというかそれはだから初めでもいいってことですね。だから僕はそもそも要はプログラミング CAD のプログラミングとかにかなりなんていうか親しみがあってで建築でそれをかなりこう応用というか使っていけばその言われているなんていうか言った言わないの問題とか検討がなんか追いついてなかったとかそういうことを全部改善できるんじゃないか。でその改善できる方法っていうのはとにかくバッチ処理と呼ばれるような自動化とか半自動化建築 DX とか言われるようななんかいわゆるそのデジタルチックな解決策をなんか講じてればまあいけると思ってた。でそれは本当にそう思ってた。てかもうまだそう思ってる人もいると思うしもしかしたらそれで解決できることもある部分としてはあると思うけど少なくとも僕が考えているその全体プロジェクト全体のリスクヘッジとか関係者のそのなんていうかこうヒエラルキーが出てしまうこととか情報の非対称性みたいなことを整理するっていう意味では
なんか自動化とかとにかくスピードを速くとかっていう話よりはなんていうか議事録をどうオープンにみんながこう取ったり情報を取って意思決定の見える化ができるかどうかっていうことにまあフォーカスすることになったんだみたいな話ですよね。そういう話やっぱ具体的な話で、しかもなんかこうなんですかね、それで解決するんだっていう話かと思ったらしなかったっていうのは結構こう意外性があるというか、こう確かにさらに上の解決策があるっていう見せ方は結構面白いと思う。そうですね。その書き口は最初それがいいかもしれないですね。その今言ってるそのいわゆる BIM とか自動化とか DX とかっていうことに関心がある人たちも DX でいけると思ってると。だけど読んでみたらいけねえみたいなこと書いてある。いけねえって書いてあることはじゃあ何なのかみたいな。そうね。だから DX ともまあなんか入れちゃった方がいいいかもしれないですよね。そういう確かにまあ関心が重なってる領域の人がこう引っかかるようなワードだと思うんで、そこら辺がありつつしかしなんかそれダメなのかみたいなのは結構まあ惹かれると思うので、だからそういう風にまあ入っていく方がなんていうんですかね、まあ論文を読むときはこうロジックで読むから、まあ最初にこう構成とか見せてもらった方がいいんですけど、まあ一般的にはそう読まない人の方が多いので、だとするとなんかまあストーリーとかそうですね、エピソードで入った方がなんか後も読もうかなっていう感じそうですね。ああ、それはでもすごくいい話だと思いますね。それはちょっとそういう風に書くようにします。ちょっと。でまあそこですね。だから最初がそれで、だから基本はそれですね。でなんかちょっとそれに関連しつつなんですけど、あとちょっとこう気になったのは、そういうふうにこう具体的な事例を見ていくときに自身がつまり著者が体験したって言ってるんですけど、その実際にそのやったものとその申告率みたいなのがフラットに自分が体験したって書いてあって、これだと国立競技場この人設計な関わったのみたいな感じでちょっと今見えちゃうってことですよね。てるんで、まあ関わったっていうよりもまあ考察ですよね。申告率の場合は。実例と考察みたいなちょっとこう分けないといけないってことですね。確かに。だから大枠と別にその細かいところでレベル差の仕分けみたいなのが少しまだ整ってないところそうですね。構造的なところで言うとさっきのコラムとその実例編みたいなところがちょっと一回構造を直す。わかりました。だからあれですね、自分が体験したものは事例としてこういうことやってきたみたいな書いて、その後にまあこれを象徴する、少なくともこの僕の経験を象徴するようなまあ出来事っていうか事例としてまあ考察対象として新国立競技場っていうものを見てみたいと思うみたいな。でそこにはなんかこの今までのやってきたなんていうか試行錯誤のいわゆる結論じゃないけどもなんかまとめみたいな課題がそこに出ているみたいな書き方の方が確かにいいですね。確かに。だからまあそうですねみたいにまあやっぱりちょっと一旦これが全体として見た時に、まあ、整理した方がいいみたいなところがそうですね。まあ確かに。いくつかまあなんかあんまり出てこないところもありつつ、後半の方があんまりないって感じですかね。前半の方が指摘を結構まあでもまずはちょっと前半から行って、多分後半はおそらく指摘がないっていうよりは今まだ指摘できないなんていうかクオリティというか今ここで指摘したとてみたいなところはあると思うんですよね。その吉田さんの目から見ても。だからどっちかっていうとその今言った話をもう一回整理した上でまた多分次気になったところを修正していくみたいな話かな。なるほどな。でもそれはそうだと思うな。あとは本当になんかいやなんかそうですね。あんまりなんか入れすぎな、なんかちょっとすごく配慮しすぎてたな。今話を聞いて配慮しすぎてたなみたいな。
全く建築わかんない人に向けて、建築とかまあ全く関係ない人が読む場合どうしたらいいかと思ったけども、そもそもその人たちがそれを読んだとてなんか得るものがあるかっていうと、ちょっとなんていうかジャンル違いすぎてあんまり活用できない感じはあるかなって気がするから、そういう意味ではやっぱ建築とかプロジェクトにかかってる人たちが読むってなると別に顔とかいらないかなみたいな気は。もちろん入ってなんですかね、入っていたらっていう分かりやすいっていうのはもちろん当然な一方で、それにどこまでそのコスト的なものを使うかみたいなところの話だと思うので。ちなみに図版はあった方がいいものなんですか、その図解っていうか。なんていうか、この押山さん自身がこう作図してるものとかは、作図してるからっていうのもありますけど、説明のために結構必要なものって感じなので、そこはあった方がいいと思うんですけど、逆に本当その建築家の人のとかはなんていうかおまけ入れなくてもいいかなっていう。藤村さんのやつを説明する時とかもなんかあった方が分かりやすいかなとか、そのアレクザンダーの時もあった方が分かりやすいかなぐらいなんですけど、そこをちゃんと文章で説明頑張ってするみたいな方がいいってことですよね。その辺のこう、その辺も整理といえば整理かもしれないですけど、その後に続くなんかダイアグラムも押山さん書かれてると思うんで、それにつながるものの前提としてこういう考え方をダイアグラムで示してます。だから発展です、だからあくまでそのアレクザンダーとか藤村さんとか出てきたとしても、それは僕が見たダイアグラムというかで仮に出した方がまだいいような感じもしますよね。その彼らが出したものっていうよりは僕がそう見ているっていうものをとしてこういうふうに見えてるんだっていうふうに確かにそう言った方がよりこう説明としてもいいっていう面はあるので、そうですね。そうかもしれないな。いやー、なるほど、結構発見があるな。やっぱりちょっと一回絶対書いだからこそこう見えてくる課題みたいなところというか、いやすごいですね。でもなるほど、ここまでね書いていただいたから言えたと思うので、内容に関してはその方向でそうですね、やりつつ本当に細かいところ詰めていくのをひたすらやればそうですね、終わってはいくので。そうですね、だからこれでちょっとその保存的な意味合いでなんていうか、僕が見たものはちょっと一回ダウンロードしたもの、そうですね、それはちょっとそうしてもらった方がいいですね。ここに一回途中のが残るっていう、それは絶対にそうした方がいいと思いますね。そう普段ね、僕ねそっち側なんですよ、建築プロジェクトでいくと編集側に入ってるんで、そうだから発注者とか設計者ってこんな感じなんだなみたいな。そうこうなんですかね、普段こういかにこう逆に言うと自然とこう残っているかっていう思ったかっていう、いやそうですよね、危険ですよね。この方式だと経過が残らないわみたいな。デジタルはね確かにすごくパワフルなことあると思うんですけど、やっぱ弊害も当然出てきちゃいますよね。当たり前ですけど。だからちょっとまさにこの原稿がフォームだとしたらなんかそう履歴でこの書き方にしたのはどういうコンセプトだったっけみたいな。そうですよね。もう思い出せないっていうね。今まさにこの話してることを自分たちでやっちゃってるっていう。ちょっとこう悪い方で体験してるっていうそれもあれこんなこと言ったっけみたいな、なんかそれなんか後書きとかで書きたいですよね。なんか。そうですね。だからそれがだから人間ってなんか面白いほどになんていうか、そういうわかんないですけど意識的にこう構造化された中でやろうとかしない限りは結構その難しいと思うんですよ。綺麗にというか整理しながらその問題をリスクをヘッジしながら何かを進めるってこと自体がなんかみんなだって普通に生きるってそのなんか過去のことを毎回振り返りながら生きてるわけじゃないから。そうですね。本来結構不自然ななんていうか多分行為なんですよね。そうですね。普通に考えて。でもこ
ポット的なものだからこうなんていうか記録とか残したりしてますけど、そうだから問題がない限り別にそうじゃなくていいっていうか、せいぜい思い出レベルであって8歳の頃の俺の意思決定から考えたら今の俺はみたいなこと考えてる人間って存在しないから多分そこまで連続がないですね、そんなのやばいやつっていうか多分狂っちゃうよなそんな生き方してたらだから、基本的にそうなんですけどちょっと雑談ですけど、ただ本当にそのなんか小型でこう常にこうなんか記録してるデバイスみたいなのができたらなんかちょっと前提変わってくるって。そうですね。だからそれはなんか今後ありえるよねっていうのは社内でも話したりはしてますね。その今 AI が出てきてでいろいろ自分の記憶媒体みたいなものを別で、要は自分の記憶を別媒体で持っておいて過去の自分と自分が対話できるみたいなこととかありえそうじゃないですか。まだ多分嘘ついたりとか信用できないとかはあったりするので今すぐには難しいとは思いますけど、でもそういう使い方はなんかできてくるんだろうなと思ってますし、本書で書こうとしてるのはそういうのがないと結構厳しい、構造的に難しいよねっていう話をしてますよね。みんなでこう集まって記憶を思い出しながら意思決定するってそれは間違えるよって思うんですよね。みんな解釈も違って何々さんが言ってたっていうのが全員一致しなかった時点で多分相当問題にもなるだろうし、責任はどこにあるのかとか話してもなかなか難しいですよね。そういうのね。だからなんていうか多分こう社会の流れはそれがこうよりできる方向に行くと思うので、この本のこう、少なくともこのところまでの実装はありますけど、だからもしかしたらその後書きとかでいいかもしれないですけど、ちょっとこう予測的なところそうですね。なんかちょっと入ったら面白いかもしれないですね。ここは結構かなりこうリアリティのあるところで、もちろん本物としては書き切ってていいと思うんですけど、なんというか。もうちょっとこう妄想とか願望的なところでもいいと思うので、それもね書いた方がいいなって書きたいなと思ってるし、あとちょっと話本当それちゃいますけど、最近東博樹さんがこう噂のというか、いやこれそう結構分厚くて平和と愚かさね読んでて、まだね全然100ページ目ぐらいなんですけど、なんかこう平和っていうことの定義が結構なんていうんですかね曖昧、メタ的な感じですよね。そうだったのをやっぱなんか多分結構真正面から考えていて、語りすぎてるみたいな。で要は平和について考えてない時の方が平和だみたいなことをまずなんか言ってるんですよ、その冒頭では。でこれね僕が今書いていくことから考えると、僕はとにかく人間忘れるんだと、忘れるから記録しないといけない。要は人間の脳は記録媒体としてはほとんど機能としては脆弱であるから別媒体に持たなきゃいけないっていう考え方なんですけど、ただ何かこう意思決定をする時にはやぶへびになることもあるから忘れておこうみたいなものとかあるわけですよね。ここはあえて掘り返さないで忘れたままにしといた方が円滑に進むっていうことも多分存在していて、だからそれはどう話すかは難しいですけど、少なくとも自分がシステムとして実装する時にはこうチェックリストみたいな、何々さんこう言った何々とか何々さんこう言った何々っていうこう中になんかタグ付けとして忘却みたいなタグ付けそこまで作ったらめっちゃすごい。でも忘却に関しては普通に検索したらもう出てこないとか、要は管理者以外は絶対に検索として出てこないようにするっていうことはできてくるんだけども、その忘却っていう風な判断をしたことにおいては責任を持たなきゃいけないと思うんですよね、管理者そのものが。だからそこが多分責任の度合いにつながってくるのかもしれない。なんか裁判とかトラブルが起きた時にあえてここを忘却させたことによって円滑に進むと思ったからっていうそういう独断的なことにより、だけどその判断が間違っていてこうトラブルになってしまったみたいなパターンはありえるかもしれないし、
その時難しいなとは全部オープンにすりゃいいのかっていう、もちろんオープンにするとコンサル的な立場でいくと責任がないんですよね。なんていうかそれあなたたちがあなたたちで会話をしてそこの妥協点を見つけて妥協点を報告してくださいと、で記述しておきますっていうことにはなるんだけども、でも多分それは平和と愚かさを読んでると多分平和にならなそうだと。そうですね。いやだからなんかちょっと平和にならなそう。そうちゃぶ台返し的になったらちょっと申し訳ないですけど、この本の実はもう一個面白いかもしれないところは、その終盤のゼネコンの、要は曖昧さをこう、ある意味プラスとして捉えてたっていうのがあるじゃないですか。あれはどっちかっていうとそうなんですよ。平和と愚かさでいうと割とそのアジア的曖昧さっていうか、そっちに近いっていうか、そうなんですよ。海外にないっていうのもすごい合致してる。そうなんですよ。で僕もともとそういうことを言いたくて、日本いわゆる本で出てくる古坂さんとかあと草柳さんっていう人たちはやっぱ国際的に考えると契約主義っていうのが主流だし、それがなければ世界で活躍できない、日本は遅れているみたいな話なんですよ。で僕はそれは結構なんていうか自分の中ではどうなのかなっていうところもあって、例えば契約主義にした場合に海外とかだとその契約書に書いてあること以外絶対にやっちゃいけないんですよ。だからなんかわかんないです、壁紙を貼るってなった時に A 社と B 社に渡した図面の壁紙を貼る位置が図面上たまたま重なってたりする場合は契約上両方とも絶対にそれ実行しなきゃいけないんですよ。重なってたとしても気づいたとしてもそれは俺たちの仕事じゃないっていう発想なんです。でそれは多分海外の人たちと仕事をしたことがある日本人の人たちは多分すごい実感していて、多分日本人とかだとそこうまくいってないからまずそこ自分の業務じゃないんだけども指摘したりとか報告したりとかっていうことが結構当たり前にあるんですけど、それっていうのはむしろすごいことで、てかすごすぎることなんですよ。で僕はどっちかっていうと日本は井戸端会議的にプロジェクトを円滑に進めてきたことがすごいんだけども、分業化したり行動化することによって井戸端会議が機能しなくなったってことを言いたいんですよ。で井戸端会議を機能するために日本の井戸端会議をなんていうかアップグレードするために必要なのがこういうシステムなんだっていう話なんですよね。それが議事録なんだと。今までの議事録っていうのは井戸端会議で数人とかインターネットもない時代で情報も結構一方的に整理できることだったけども、それができなくなった。関係者もめちゃめちゃ増えて、なのでそれをどうやって日本的な文化を残しつつ実装するかっていうことにすごく関心があって、だからその議事録があることによって契約主義に陥らないようにできるんじゃないかっていうのが僕の考えなんですよ。それやっぱちょっと書いた方がいいですね。多分この今の感じで読むと、全部記録されて、多分超全部契約主義で問題が解決するっていう風にも見えなくもないってことですよね。現状だとむしろそっちっぽく読めるんで、確かに良くなるかもなみたいな感じなんですけど、実はそっちじゃなくて、その井戸端会議それを踏まえてやるっていう方が絶対面白いので、それをちょっと結構はっきりまとめて書いた方がいいです。そうですね。だから僕どうかっていうと、建築のプロジェクトで起こる問題トラブルっていうのは事前に分かんないんですよ。事前に分かんないからトラブルになる。でもっと言うと DX とか自動化がなぜ無理かっていうと事前に分かんないからなんですよ。常に問題発見型で検討をしていったら経済状況が土地が法律が人がなんかあらゆる問題が事後的に発生してしまうんですね。でそれを事前に分かんないから建築の場合ってトラブルが起きるって思っていて、だから自動化もできないし契約主義も基本的に成立しないと思ってるんですよ。あった方がいいとは思ってる。もちろんどこの業務までをやるか何を提出するかっていう契約は必要だとは思うけども、それで賄えるほどなんていうか人間のその意思決定の
こう時間軸1年とか2年とか3年っていうそのなんですかねダイナミズムをこう抑えきれるほどの力は契約にはないと思ってるんですよね。これはなんかすごいいい話をしてますよね。そうですね。いや、そっか、いや、だからこれはまあちょっとたまたまですけど、そっちに着地してよかったというか、ちょっとまあ一読した感じ、その逆のような印象、なんとなく印象。そうでしたか。そうなんです。それちょっとでもあれですね。僕はミスってますね。それは最初からそう思ってました。前書いた時もどうやって井戸端会議をアップデートするのかっていうことをすごい考えていて。そうですね。だからまあ例えばちょっとさっきはまあ自分の体験が初めにがいいと思いましたけど、まあもちろんそれは一つの手で、ちょっとその井戸端会議アップデートみたいな最初に言っちゃうっていうのもあり、もう一個あるので、まあ普通にその結論を示すタイプではありますけれども、そのまあそれこそその井戸端会議のアップデートみたいなフレーズはまあちょっとまあ割とパンチがあるんで、まあそういうのだったらなんか最初に言ってもいいし、論文だと井戸端会議とか言わないと思うので、そうですね。そういうこうまあ言葉遣い、チョイスだけで結構変わってくるんで、まあそっちでまあ始めるのもあるんで、まあちょっとなんか書いてみてしっくりくる方でいいと思うんですけど、まあでも確かにそうですね。だから僕なんで最初そういう言い方をしなかったかっていうと、今このなんていうかお二人に伝えたような言葉ってなんかある程度文脈がないと伝わらないんじゃないかっていうなんか思いがあったというか、まあでもそういう意味ではまあでもそこはちょっと配慮しすぎたせいだったのかもしれないので、まあシンプルに自分で一旦これ、まあ、書きたいように一旦今話しているような感じで書いてっていうのでもいいのかもしれないですね。なんかまあ確か書き方が難しいというか、その結構実務によった感じで書くともちろんそのなんていうか、まあ今回は別にそれでもいいんですけど、まあなんかこうちょっと硬い感じになるかもしれないですけど、ただまあその辺はこうちょっと抽象化して、なんかこう皆さん仕事でなんかまだ会議決めることありますよねみたいな感じで書けば、まあなんかむしろ親しみがあるというか、まあそのレベルに落として書くとまあまあ多くの人がまあ大体あるよね。そうですね。まあそうですね。だからその井戸端会議と契約主義と DX みたいな話って結構もうなんか完全につながってると思っていて、井戸端会議アップデートできないというか、井戸端会議やめようって言ってるんですよ。要するにみんなもう井戸端会議やめてくれっていう方針だと思っていて、だけどやめるっていうよりはアップデートできないかっていう可能性を考えたいっていうことなんですよ。で契約主義がなんでダメかっていうのはなんで DX がうまくいかないかみたいな話とも多分接続していて、まあ、だからそれをどういう順番で、だからそれを導入にいっぺんに持ってこられても多分お腹いっぱいっていうか、こうそこまでやるとちょっと辛いですよね。聞いてる側としてはいきなりなんか井戸端会の話から契約の話って DX の話までみたいな。とかだからまあそのさっきのこう自分の事例編の場合でも、まあちょっとその最初だけだったのに、まあ井戸端会議編でもまあもし仮にやるとしたら、まあなんか仕事でその井戸端会議で決めてることあって、まあなんかやめる方向になってると思うんですけど、なんか違いませんかみたいなぐらいでちょっとこう導入するとか、そうですね。まああるかもしれないですね。まあでも。まあ別の方法としてはあるかもしれないですけど、まあいずれにしてもちょっと着地点としてそうですね。結構触れておいた方がいいかなと思ったので、そうですね。だからなんだろうな、やっぱり読んだ時にそのコンテクストとフォームとそれをまあつないでるものが、その三者の関係みたいな図があったと思うんですけど、なんかこれでこうしかも検索できるようになっていれば、まあそこをまあ、検索すれば、まあなんか問題がこう非常に解決するなおしまいに見えてるんで、そうじゃなくて、実はそこの先の話が結構大事っていうですね。だからまあまとめにっていうかまあ少なくともこのシステムの構造は何なのかっていうなんか僕がアレクサンダーを参照してるのも構造を示してるのも井戸端会議 2.0 みたいなもののを実装するためにはどう考える必要があるかってことをずっと伝えてるんですけど、だから
難しいですねっていうか、だからなんだろう現状だと、議事録 2.0 に見えていて、そうですね、ただこの議事録 2.0 だと、割とその超契約主義みたいに見えるので、確かにその議事録で記録をとにかく取りまくっていくっていうことだからですよね。でだからなるほど、主張の印象だと、だから議事録 2.0 も十分面白いからこれでいこうぜって話だったとは思うんですけど、井戸端会議 2.0 って言うべきかもしれないですね。そうですね。だったらよりそのただこの難しいですね。本自体はほぼその議事録についての話なんで、そうなんだよな。議事録なんだけど実は井戸端会議って言われるとちょっとこう一個で次元が上に上がるんで、そうですね。最初からそういうかっていう難しさありますよね。確かにあるんですよね。だから今分かりました。なんか確かにそういう話もあったんだけど、なんでそう思ったかっていうと、議事録に重きを置いてたんで、ちょっとそっちの方がメインに見えちゃう。そうですね。すごいいいはずなんですよね。だからそういうことも書いた方がいいのかもしれないですけどね。なんか最後ら辺というか、その自分が示したことに対して自己ツッコミ入れるみたいな、こう読んだ人においてはやっぱり契約主義が加速するように見えるっていうのは、それは私も感じるとみたいな。俺もそう思っているみたいな。そうですね。だから確かにその辺のこう自身のこうさっき言ってた感じてることとかを割とそのまま書いてもいいと思うので、だからその上で本当に目指してるのはここだっていうところが見えた方がいい。そうですね。このね喋ってる感じとね文章をこう同じようにするってのは結構むずいんですよね。自分でもびっくりするんですけどね。こう抜け落ちてたニュアンスっていうか、だからそこら辺が今そのなんてそれこそこうなんていうんでしょうか、小山さんがやってきたこと書きたいことの、まさにこうフォームはなんか書かれてる気がするんで、そのちょっとこうコンテクストが足りてないっていうか、そうですよね。本当はこういうためにこれ作ってるみたいなところを加えるっていう感じの、そうですね。そうだからあれなんですよね。何のために僕はこれを考えてるのかっていうことを最初に伝えたら多分伝わんないと思っていて、だから全部話し終わった後に話した方がいいのかなっていうのはある気がしますね。なんか今の印象はなんとなくそうだったんだけど、なんかこう説明しきってちょっとおしまいになってる感じがしているので、整理するとこうだよねみたいな感じですよね。だからそういう意味でもその後に書けば多分大丈夫だと思うんですけど、でもなんか僕の中でもすごく構造がなんかすっきりしてきましたね。確かにそうですね。だから今回の新しい方の導入の方はどっちかっていうと虎ノ門麻布台ヒルズとか三菱住友建設が買収された話とかをなんていうかこうニュースで見てみたいな、でそういうニュースっていうのは人事ではないと多分思ってる関係者っていうのは結構いるみたいなところから始まりっていうことをしているんですけど、そっちとデジタルどっちがいいかなっていうのもなんかあったりして、要はなんていうか僕の仕事的な感覚でいくとデジタルに関心持ってる人たちってそんなに多くないというか、国的にはビームとか言ってるんですけど、一番は金ですやっぱり。YouTube とかでも一番なんていうかある種見られるのはやっぱコストの話がとにかく見られるんですよね。でこれから物価高で人件費も高騰していくってなった時にどうその予算と折り合うかみたいな話ってもう多分全プロジェクトで出てくると思うんですよ。その予算はこれだったのになんか提案がまた上に上がってきちゃってどうするのかみたいな、ここをどう品質担保するのかみたいな話はなんか出てくると思っているし、実際そういう相談を受けるので、なんかそういう導入コスト関係の話でもいいのかなっていう気もしなくないが、だからでも全部入れた方がいいと思ってるんですよ。もちろんコストもデジタルも最後井戸端全部入れた方がいいと思うんですけど、順番はなんか整理しなきゃいけないなみたいな。でも話としては確かにそのデジタルで失敗してみたいな
なんか何でもいけると思ったけどうまくいかなかったみたいな方はなんかイメージはつきやすいかもしれないですね。確かに。そうですね。まあ中盤ぐらいにコストの話を入れとけばいいか、それは。だからまあもちろんそのなんかいわゆるそのお金の話みんな興味あるってまあ一般的に言えばその売れるためにみたいな感じでいくとあれですけど、まあ、今回がまあもちろんそれ売れたらいいんですけど、まあなんかそこもあるけどまあなんていうかそうですね、自体の読みやすさ的なのがどれが一番いいかみたいな、そうですね、まあ感じで順番決めるとしたらそこでいいのかなっていう感じですね。そうですね。なんか今回もちろんまあ、売れるかどうかはやっぱ結果論的なものかなと思っていて、どっちかっていうとなんか僕これ本はもちろん売れた方がいいと思ってるんですけど、書くことにすごく意味があるなって最近思っていて、その僕自身がこれを言語で整理することがすごく僕にインパクトがある。とにかく社会にインパクトがあるかどうかは別としても僕自身にはめちゃめちゃインパクトがあることになっていて、だからそうなんですよね。だからまあなんていうか高いですけどね、高いというかコスパがいいのか分かんないけどもコスパはいいか分かんないけども、ただなんて言ったらいいんですかね。いやだからすごいそのね、全然本当違う話ですけど、本が読まれなくなってる、売れなくなってるってことはあると思うんですけど、本はなくならないなとも思うんですよね。それは書かないといけないことってなんかあるんだろうな。そのなんか YouTube とかで流すとか対談だけでいい、済まないことって言ったらいいのかな。いやそれはなんか素晴らしいですね。なんかこう売れる売れないじゃなくてこう書かなければならないことがなんかあるっていうなんか、いやそうですね。いやそれ大事ですよね。だからつまりその本の形として、なんかまずその存在することが大事っていうか、そう存在しとくことが大事なんですよ。じゃないですか。だからそれなんかまあもちろんその商業でやってる時は、まあ、ある程度売れるように作らざるを得ないですけど、結局その形にしておくことがまあ何より大事なんで、そのやっぱ形にするまでのプロセスをこう人間が僕自身が体現しながらなんかねやるっていうことの僕に対する影響力はなんかだいぶでかいなって思ってますね最近。なんかいやだからより本は好きになりました。なんか書いてる人ほんとすげえなって思うし、大変だろうなと思うし、まあ大変だろうと思うゆえに何て言うんですかね、その言葉として整理することの重要さ、人間社会における重要さみたいなことをなんか考えるようにはなりましたね。まあいろんな本がありますけども。いやそうですね。だからまたすごいなんか全然本と関係ない話までしてますけど、なかなか確かに面白い話にはなったので、とりあえずでも本はまず一旦文脈の話はさっきのあれですよね、ことをそうですね。だからちょっとそれでリライトプラスその書き情報というかしていただければと思うんですよね。だからちょっとその、なんか内容じゃないところで話していくと今なんか3万7,000字ぐらいなんですけど、なんか大体こうどれぐらいに着地しそうな雰囲気かっていう。今3万7,000しかないんだ。なんか俺5万字ぐらい書いてるイメージあったけど。ただまあ結構文章じゃない図版とかが入ってるので、まあなんかその4万5,000とか5万に近いぐらいのまあページ数設計にはなると思うんですけど。そうですね。5万字でも5万字ってなんかすごい少ない。まあでも文字数じゃねえっていう。でだからまあ逆に言うとその仮にまあ5万だったとして、そこからこう逆算して設計していくというか、それでこう、まあ、超ざっくりですけど、1ページ本当に500文字入る組にしたら、まあ100ページで、ただ図版が入ってるから、まあ、120とかページぐらいになるかなっていう感じですね。だからまあでもまあ5万ぐらい目指すっていうのはまあ普通にいいかな。これで何万ぐらいなんだろう。なんか割とでもそういう本っていうのはまあ600、700とか、まあ600、そうですね。だいたい
でも実際どうなんですか？なんかその文章量って大事なんですか？その10万か5万かみたいな。なんですかね、文章そのものっていうよりなんかこうパッケージになった時の雰囲気というか、つまりその醸し出されてるかどうかみたいな。だからなんていうか、でも確かに俺が出した方がこれだって俺困ると思うんですよ。そうですね。でさすがに、この薄さはやばいと思うんですよ。でもこれが多分ちょうど100ぐらいで、それだからこれちょうど5万字ぐらい。そうなんですよね。俺それしか書いてないのかみたいな。だから120とか、ページ700、まあなんか図とか巻きを入れるとして、20まあ120、144、まあこんな感じっていうぐらいだと思うんですよね。まあまあでもそれが俺の今のなんていうか実力っていうかまあっていう感じに大体なってくると思うんで、まあこっちですか、薄い方ですね。まあしょうがないですね。まあこれちなみにこれはそのつかみ本って言ってそのなんか大体これぐらいの厚さになりますよで、こうカバーを巻く前にその中に何もない。いいですね。こういうのまあいいですね。いや俺これぐらい書くつもりでいたんですけど全然これでこのレベルだとやっぱ10万とかすごいですよね。いや10万。ただまあ長ければいいっていうわけでもないわけですし、そうですよね。そう考えた時にまあだから一旦そのこうとかを目指してもらうっていうのは普通につかみ本。こんないいと思いますよね。白紙の。だからあれですよね。僕的にはあれ今書いてるのってあくまでやっぱ背骨っていうイメージが強くて、あそこにこういうの書いた方がいいんじゃないかとか、この説明やっぱ入れないとちょっと分かんないとか、それはなんか言ってほしいなとは思ってますね。なんか細かくはちょこちょこあったんで、まあだからたださっき言ったちょっとどういう読者設定かとかにもよるんですけど、例えばなんですけど、それこそ談合っていうのを何の説明もなくこれ入ってるじゃないですか。で、なるほど。それこそ談合がそのなぜ90年代にどういうふうに問題になってたか、談合事件とかっていうのを全然書いてないので、それとかをそういうのだから言ってほしいですね。書いた方がいいみたいなこれとかはだからめっちゃ談合について話してますよね。でまあやっぱそもそもそれこそ最近あんま聞かなくなったんでいいことだと思うんですけど、ただ、まあ、もしかしたらそれこそ若い読者だと、談合とはみたいな感じかもしれないので、そうですね。まあ、ちょっとその手前の補足が必要かもみたいなのが、むしろ談合の重要性とか解き始めるとか、談合とかもう一回やった方がいいみたいな。あと安いよ。読みやすい。なんかこう書いてるつもりだけど全然違った。当たり前だけど、プロだからなやっぱ。なんというか元から割とこう、読みやすさは本当ですか。なんていうかなんていうかだから、そのまあちょっと初めにが論文帳とは言いましたけど、なんか割とやっぱ建築系の人なんかこう論文帳で書きがち、なんか特に最近書きがちっていう感じはあるところで言うと、まあでもなんていうんですかね、やっぱ大学でも卒業するときに書いてなんか書くわけじゃないですか。それがこう文章はこういうものだみたいなののなんか悪影響があるのかなみたいな感じは若干しなくはないです。まあだからアカデミズムにちょっと寄りすぎちゃうのは良くないなと思いますね。逆に読みづらくなるから。そうですね。だからもちろんその実務ではなんか報告書とかのスタイルは近いと考えればまあ意味はあると思うんですけど、なんかこう全部そっちに行っちゃってませんかねみたいな。あとなんか言葉が難しくなりがちっすよね。なんかやたらとなんかこねくり回しすぎている感じはある気がしますね。それはなくしたいなと思います。専門用語が出てきてもいいけど、ちゃんと順番を整理して喋ってあげたいなみたいなのは。そうか、談合問題ですね。いや、わかりました。それでなんかちょっとさっきの、まあなんだろう、ある本の設計みたいな話のところでいくと、そうですね。あとそのサイズをどうするかみたいなのもあるんですよね。で、サイズをこれぐらいでこれが結構その
ちょっとなんだろうなリアルなところでいくと、はい、その印刷をどういうところで印刷するかっていうところに関係してきて、で、はい、例えばまあ今回、はい、まあ、基本的に文字のもので、はい、まあ、初めてということもあって、はい、まあ、割とその人とかをよく印刷している、はい、なんというか、まあ、しかもその100部とかから印刷できるところとかは結構費用も抑えてできるわけなんですけど、そういうところってなんかこのサイズは128×188 の四六版って言われてるサイズ、はい、これ単行本で一般的なんですけど、なんかこれがなんかあんまなくて、あーこれよりちっちゃいか大きいか、これと同じですか？これも多分一緒ですね。そうですね。であるのが正直ね、俺は本のそのやつにはなんかこだわりが全然なくて、ぶっちゃけ西野さんと吉田さんのおすすめみたいなので、なんか2パターンでもいいですけど、なんかこれがまあこれやりたいですでもいいですし、これかっこいいと思いますみたいなものを見せてもらって、じゃあなんていうか、でもちょっと西野さんにプレゼンする感じになると思うんですけど、でもいいかなと思ってます。なんか全然こだわりがないんですよね。なんか一応言っておくと、そのなんか調べた限りそのコスパよくできるやつで言うと、その英語このA4の半分ちょっと大きめにね。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。